こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は洋服収納のよくあるお悩み解決法をご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。一つ目の洋服収納のよくあるお悩みは、服が多いけれどなかなか減らせないというものです。洋服収納で特によくお聞きするのが、服が多すぎてクローゼットに収まりきらないというお悩みです。ただ、服をたくさん持っている方でも実際によく着るのはその中の一部だという方が多いです。そういったタンスの肥やし状態の服が多い方は、服を種類ごとに使用頻度で分けてみるという方法がおすすめです。まず、長袖ニット、スカート、ワンピースなどどれか一つ服の種類を決めて、一旦手持ちの服を集めてみて、そして集めた服を使用頻度で1軍、2軍、3軍と分けてみましょう。この時着たいかどうかという気持ちではなく、あくまで実際に着たかどうかという事実をもとに分けるのがポイントです。そして使用頻度が高い服から順にクローゼットに戻していって、収まりきらない2軍、3軍の服はできるだけ減らすことを検討しましょう。洋服の整理方法や手放し方については、こちらの動画でも詳しくお伝えしていますので参考にしてみてください。ただ、それでもなかなか服を減らせない方から時々お聞きするのが、どれも着ていてタンスの肥やしがないという声です。特に洋服が好きな方の場合、似た色やデザインの服でも微妙な違いにこだわってたくさん服を持っていたり、これは子供の学校行事用、これはちょっとしたお出かけ用など TPO 別の服を細かく分けていらっしゃる方もお見受けします。また、季節によって細かく洋服やインナーを使い分けているという方もいるため、その場合、全体の服の量が多くなってしまいがちです。タンスの肥やしがなくて服が減らせないという方は、少ない枚数で着回す方法を考えてみるという発想の転換も大事です。洋服の場合であれば、カジュアルにもきれいめにも着回せる服を優先的に残すようにしたり、インナーも真冬にしか着ない厚手のインナーの代わりに、薄手のインナーや T シャツを重ね着するといった方法もあります。実際に片付け上手のお宅でもベーシックな色味の服を中心に厳選されていて、少ない枚数でもおしゃれに着こなしていらっしゃる方や、プチプラの服を厳選して持ってワンシーズン着倒して、その時ごとに一番フィットする服にアップデートされている方もいて、少ない枚数でもしっかりおしゃれを楽しまれていました。ちなみに洋服の枚数はハンガー1本あたり3センチが目安と言われているため、幅90センチのクローゼットの場合、ハンガー収納の洋服は30本前後を目標に厳選することを目指しましょう。洋服好きでとにかく服を買ってしまうという方は、そもそも買うことがストレス発散になっている場合も多いため、その傾向がある方はこちらの動画もぜひ参考にしてみてください。続いての洋服収納のお悩みは、そもそもどう収納するのが正解かわからないというものです。服はそれほど多いわけではないものの、うまく収納できず床置きだらけになってしまったり、便利そうな収納グッズを取り入れたものの使いこなせず散らかってしまうお宅も少なくありません。クローゼットの使い方に悩む方は、まずは基本の収納方法から真似してみるというのがおすすめです。ハンガー収納の場合は、できるだけハンガーの種類を揃えると収まりが良くすっきり収納できます。トップス以外にボトムスもハンガー収納したい場合は、こういったパンツハンガーを使うときれいに収納できます。また、畳んで収納する洋服は引き出しに重ねて収納すると、下の方の洋服が取り出しづらくなってしまいます。さらに洋服を平積みして収納するタイプのラックもありますが、これも取り出すときにぐちゃぐちゃになりやすいので、お片付け初心者の方には不向きです。畳んで収納する場合は、こんな風に立てて収納すると、中の洋服が見通しやすく、取り出しやすく収納できます。衣装ケースのサイズが大きめの場合は、中にこういった仕切りのケースを入れると、ぐちゃぐちゃになりにくく、種類ごとに分けることもできるのでおすすめです。オフシーズンの洋服は、こういった畳めるケースやボックスに収納して、クローゼットの高い場所に収納したり、ベッドやソファー下のスペースを活用して収納するのがおすすめです。
クローゼットの基本の収納方法に便利な収納グッズは、こちらの動画でもご紹介してみますので、ぜひ参考にしてみてください。では、ここで畳み方がわからずお悩みの方のために、私が普段実践しているざっくり3秒畳の方法についても参考としてご紹介します。トップスの場合、まず両肩の部分を後ろ側に簡単に折り返します。折り返したら膝の上に乗せて、裾の部分と上の部分をそれぞれ折り返して三つ折りにします。そうすると衣装ケースの中でも立てて収納しやすい大きさになるため、整頓しやすくなります。慣れれば1枚3秒以内で畳めて、それほど丁寧に畳まなくても意外と揃って見えます。畳み方の正解は一つではないため、自分のやりやすい方法で大丈夫ですが、もし畳み方にお悩みの方がいたら一度試してみてください。続いての洋服収納のよくあるお悩みは、畳めない服が山積みになってしまうというものです。服を畳むのが面倒で、つい後回しになって、リビングのソファーなどに乾いた洗濯物が山積みになってしまい、結局畳まずにその洗濯物の山の中から着る服を取り出しているというお宅は少なくありません。そんなお宅でまず最初に試してみていただきたいのが、畳まなくていい収納方法を取り入れるということです。例えば普段洗濯物はハンガーで干しているお宅の場合は、収納方法もハンガー中心にすると乾いた後畳まずさっとしまえて片付けやすくなります。また子供服やパジャマなどの場合はボックスに投げ込み収納にしてしまう方法もあります。ただし投げ込み収納の場合、量が多すぎると服が取りづらくなるため、余裕を持った量にしておくことがポイントです。ハンガー収納や投げ込み収納が難しい場合は、きっちり畳まなくてもいい方法を選ぶというのがポイントです。例えば高さが浅い引き出しの場合、きれいに畳まないとすぐにぐちゃぐちゃになってしまいます。そのため大人用のトップスの場合は高さ23センチ前後、厚手のニットやボトムスの場合は高さ30センチ前後の引き出しにすると余裕ができるため、ある程度ざっくりした畳み方でもごちゃつかずに収納できます。もちろん高さだけでなく、収納する服の量もぎゅうぎゅうに詰め込まず、ゆとりを持つように意識しましょう。続いての洋服収納のよくあるお悩みは、洋服が収納できるスペースが足りないというものです。特に築古のお住まいの場合、そもそも家にクローゼットがなく、押し入れや物入れなど洋服を収納するのが難しい収納しかないと悩まれる方も多いです。また、クローゼットが小さくご家族の分の洋服を収納するにはスペースが足りないとお悩みのお宅もいらっしゃいます。そういったお宅の場合は、まずは今ある収納をフル活用することを考えるということから始めましょう。収納が足りないからとどんどん収納用品を買ってしまうと、あっという間に部屋が狭くなってしまいます。まずは今ある作り付け収納を最大限に活かすことを優先に考えて、その上でどうしても足りない場合に必要な収納家具を検討するようにしましょう。では実際の収納用品の例をご紹介します。まず押し入れしかないお宅の場合は、押し入れ用ラックや衣装ケースを取り入れるという方法があります。押し入れの中で洋服をハンガー収納したい場合は、このような押し入れ用ラックを上段に取り入れると、手前側によく着る服をかけて収納して、奥側の棚にバッグやオフシーズン服などが収納できます。また、衣装ケースを使う場合は、押し入れ下段に置くのがおすすめです。高さや幅を測ってぴったり合うサイズのケースを選ぶと空間を無駄なく仕切れます。押し入れの活用方法については、こちらの動画でもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。押し入れ以外のスペースに洋服を収納したい場合は、ハンガーラックを取り入れる方法があります。こちらのお宅はクローゼットの代わりに1人1台分ハンガーラックをお使いになっていて、オンシーズン服はこのラックにかけられるように厳選されています。また、こちらのお宅では突っ張り式のラックにご夫婦の服をハンガー収納されていて、上段のバーにトップス、下段のバーにボトムスを収納されていました。さらに、こちらのお宅は一部屋をクローゼットルームにされていて、そこにスチールラックと衣装ケースを置いて、クローゼット代わりとしてお使いになっていました。続いての洋服収納のよくあるお悩みは、一度着た服の置き場所に困るというものです。
一度着たもののまだ洗濯しないニット、部屋着、アウターなどをクローゼットに戻すことに抵抗があるという方は意外と多いです。そういった置き場に困った服がリビングや寝室などにちょい置きされがちなお宅もよくお見かけします。一度着てまだ洗わない服を分けておきたい方は、一時置きなどのルールを自分なりに作るということを検討しましょう。部屋着の場合はこういったボックスを使って、次に着る時までの間、一時置きできるスペースを作る方法もあります。ただし、一時置きゾーンに洋服が溜まりすぎないように、週末にリセットするなど、自分なりに溜めないためのルールを決めましょう。ニットは頻繁に洗うと傷みやすいため、代わりにブラシで表面のホコリを落として、半日から1日程度、風通しのいい場所で陰干しして湿気を乾かすというケア方法が推奨されていることが多いです。アウターも同じように、ホコリを落として陰干しする方法がよく推奨されています。そのため、例えば100円ショップにあるこういったフックを使って、クローゼットの外に洋服をかけられるスペースを作ったり、壁面にフックをつけて一時掛けできるようにしても良いと思います。一時掛けするスペースがないという方は、なるべく自宅でこまめに洗える服を買うようにするなど、物の持ち方自体を工夫しましょう。では、実際に片付け上手なお宅が実践している方法についてもご紹介します。こちらのお宅では、クローゼットのハンガー収納スペースの下にボックスを用意されていて、そこに一度着た服を一時置きする仕組みを取り入れられています。また、こちらのお宅はクローゼットのドアに畳めるハンガーラックを付けられていて、そこに洋服を一時掛けできるようにされています。こちらのお宅もクローゼットの扉を活用されていて、ここにフックをつけてアウター類をかけられるようにされています。また、先ほどもご紹介した突っ張り式ラックに洋服を収納されているこちらのお宅では、側面のバーが突き出したところをアウターや一度着た服の一時掛けゾーンにされているそうです。また、クローゼット収納で洋服以外に多いお悩みが、バッグの収納方法がわからないというものです。バッグがたくさんありすぎて、吊るして収納してみたもののパンパン状態で取り出しづらくなってしまったり、その日使ったバッグの置き場がなく、椅子や床に置きっぱなしになってしまうお宅も多いです。バッグがたくさんあるお宅にお勧めしたいポイントは、使用頻度で置き場を分けるということです。頻繁に使う1軍のバッグはさっと手に取れるところに収納して、たまに使う2軍のバッグはクローゼットの枕棚や奥などに収納。そして旅行の時などたまにしか使わないような3軍のバッグは大きいバッグに入れ子にして収納したり、こういった持ち手付きのケースにまとめて収納すると、クローゼットの高い場所にコンパクトに収納できます。では、片付け上手のお宅のバッグ収納の事例もご紹介します。こちらのお宅では、よく使う1軍のバッグは、洋服を収納している1階の押し入れに収納。2軍、3軍のバッグは、2階クローゼットの上段に押し入れ用ラックを置いて、空間を2段に分けて収納されていたり、薄くて自立しづらいバッグは、100均のブックスタンドも活用して収納されています。さらに、エコバッグは丸めたものを100均のケーブルバンドで留めて、立てて収納されていました。また、こちらのお宅もバッグはクローゼットに収納されていましたが、使用頻度高めのバッグはハンガーの下にさっと取れるように収納。2軍、3軍のバッグは枕棚に立てて収納されています。また、こちらのお宅では1軍のバッグは壁面に吊るして収納されていて、冠婚葬祭用のバッグはこの字型に曲げたワイヤーネットをクローゼットの側面に突っ張り棒で固定して収納。そして大きめの旅行用バッグやスーツケースはクローゼット下段のスペースに収納されていました。いかがでしたか？洋服の収納でお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。